こんにちは。4G ハンマーソロ攻略のパート11始めていきます。今回はセヨくんの依頼から、彼からは G 級ザボア原種の単体が受注できますよ。出現には G1 キークエゴシとチコ村の進行が必要。出すまでには結構長い道のりだぞ。ちなみに G1 には原種の単体クエは存在しない。村クエはかゆいところに手が届いてくれるね。一応2等クエはあるんですけど、恐竜化してて面倒なんですよね。というわけで G 級ザボアくんです。この子、この企画によく絡んできますね。ザボアハンマーは下位上位 G 級すべてで優秀。氷枠として頼りになるからね。本当はドスガレに用意できればよかったんだが、今からでも全く遅くないよ。各種部位破壊を遂行しつつ、素材を意識して立ち回っていきましょうか。この長いサメが来たら要注意。すぐに離れるか、ダイブの用意をしましょう。回転ブレスは威力と範囲がかなり強烈。G 級で追加された強力なモーションだね。一応、尻尾側にアンチがあったような気がするが、不安なんで大げさに避けてるよ。防御力が400ちょいしかないですからね。詰め5込みでこれは寂しい数値。G1 後半から G2 に入れば更新できるんですが、それまでろくな装備がありません。G1 はキークエ終了までこんな調子だよ。一番ハンターのステータス不足を実感する。この終了でも、怒り値の一撃で半分くらい入ってるね。こりゃあこの後が大変そうだ。とりあえず原種はちゃちゃっと超えないとですね。これも装備のためです。意外と時間かかるな。村クエだからもうちょい早いと思ってたが。言うても G 級に上位武器で挑んでますからね。ザボアは物理肉質そんなに柔らかくないですし。何より攻撃が痛くて攻めづらいので、上位までより時間かかると思いますよ。あ、よかった足引きずってくれたわ。10分針は全然耐えだね。なんせこの後アッシュが控えてますからね。村の原種程度はこれくらいでないと。ということで10針で捕獲完了しました。ハンマー通用しております。弱徳を入れてから目に見えて火力が上がってる。やっぱスキルって大事だわ。よし、それじゃあ装備強化といこう。素材集めが大変だった。先ほども話題に出たザボアハンマーを強化します。ヘビープレッシャー回。倍率210、氷540にしろ。G 級らしいパワフルな性能です。氷弱点にはレニ武器より圧倒的に優位だ。ちょっと白の短さが気になるけど。じゃ、これ持って一つ目の壁に挑みますか。ちょっと緊張してきた。G1 では2つ目の壁ですね。ザボアーシュ君参りますよ。今回も競争を持ち込んでいます。強敵相手というか G 級はデフォにしたいんですがね。動画作りながらエキスマラソンしてるところだ。ハンマー生活も大変だぜ。それじゃあザボアーシュ行くか。まずは肉質チェックから。若干原種より硬いですが弱点はしっかり残ってます。肉質としては良心的と言えるでしょう。氷の通りが非常にいいのも特徴。膨張時、腹には30も通りますね。頭と背びれには弱徳もちゃんと通る。火力的には大丈夫そうだな。問題は相手の行動とステータスの強さだ。一撃がはちゃめちゃに重いぞ。ザボアは判定が持続する攻撃が多いです。回避でごまかしづらいタイプの相手。基本的に膨張時を狙っていくのですが、欲張るのは現金です。場所が悪いとはめられたりするからね。慎重かつ大胆に行こう。こいつ、強いけど個人的に嫌な印象はない。攻防のメリハリがついてる感じする。防御面は結構脆いですからね。どっかの水蛇にも見習っていただきたい。唯一嫌なところがあるならそれは麻痺ブレス。原種よりかなり食らいやすくなってます。しかも追撃がほぼ確定するからな。のしかかりと水ブレス、どっちも超痛い。なんとか即死は免れたが、やはり火力えげつないな。これ競争なかったら大変でしたね。水と氷やられはまともに動けなくなります。G1 は水、氷系のモースが多めなので、この辺も難易度の高さにつながります。逆に言えば、これが氷武器が弱い理由かも。後半キシャルくらいしかいないもんな。で、今からそんな先のこと心配してもしゃあない。まずはこいつを確実に倒すぞ。ですね。とりあえず初動は順調だと思います。この勢いをなくさず行きましょう。少し戦って移動してきました。疲労しているようです。G 級でも疲労の有用性は健在だ。この隙を存分に活かしたい。特にこいつの場合は膨らんでくれるとラッキー。マジでただの的になるぞ。ここまででも使ってますが、ダメさんの回転が有効。氷属性を押し付けることができます。この振り返しコンボ、習得しといてよかったですね。かなり使い勝手いいです。後隙から回避とか縦3に繋がるのがいいよね。割と安心して差し込める。SA を持ちながら相手に突っ込めるのも偉い。ハンマーくんマジで足腰弱いからね。モーション値自体も悪くないですからね。属性武器では積極的に使いたいところ。いい感じですね。ひるみもよく取れてる気がします。村原種はレニ武器で10針で弱ってたから、
これなら意外と早く終わるかもね。こいつとは連戦を予定してる。10針で捕獲くらいまでいけると嬉しいんだが。リアクションを見てるといけそうですけど、どうですかね。とりあえず疲労タイムは終わりと、ここからは生存重視でいこう。全然終わる気配がありません。10針なんて夢のまた夢でしたね。足を引きずる動作すらまだ見てないんだけど、もう20分経ってるぞ。攻撃は割と頑張ってたと思うんだが、やっぱ手数がまだ足りないのかな。結構攻めたと思うんですけどね。膨張時に攻めあぐねた感じもしませんでした。やはり根本的な肉質の問題でしょうか。悪くないと言っても、膨張以外は渋いですし。まあ、言うて常時弱得狙えるの頭だけだしね。現実はこんなもんか。討伐できましたね。意外なとこで終わっちゃいました。お前さ、弱ってたなら休眠しに行けよ。削り切るの大変なんだから。クリアタイムは20分39秒。捕獲できてたら15分割くらいか。これは周回するの大変そうですね。必要素材は到底1回で済む量ではありません。気合い入れるしかないか。将来のためにも頑張ってこよう。はい、だいぶ頑張ってきました。全部で5頭のザボアを借りましたね。5頭倒してヒレ7本とはねえ。確率に嫌われすぎだろ。つうわけでまた武器を作っていく。パファースマッシュだ。こちらはもう一つのザボア武器。唯一まともに使える麻痺ハンマーですかね。倍率220の麻痺、ちゃんと白ゲージ。スロット2個もだいぶ偉い。汎用武器としてはしばらくこれを使おうと思う。活躍してくれることを祈るぜ。キークエで試し切りに来ています。大地と魅惑とハンターというクエストですね。さすがにレイヤ原種では相手になりません。ザボアー種の後ではめちゃくちゃ簡単です。レイヤが簡単ってよりザボアが難しいだけな気もするが、さすがに頭が柔らかすぎてな。こいつは G 級でも変わらず先生役やってくれる。アイテムも有効だし、いろいろ練習台になるんだよな。飛び道具に状態異常、それに V 破壊も学べます。体張ってくれてますね。ただ、このクエで言えば合流だけ厄介。フルフルが来る前に片付けちゃいましょう。初期エリアですでに合流されてここにいるからね。できれば動かさずに倒しきりたい。よし、終わったぞ。これでフルフルアッシュに集中できる。まあまあいいタイムでしたね。映像界ではちゃんと麻痺も取れてます。ただ、ハンマーと麻痺の相性はまだ未知数。というか完全に活かすには慣れがいりそうですね。基本、蓄積時に気絶値も一緒に入るからね。スタンと麻痺が被りやすいのが難点かも。チャークだと瓶を使うタイミングを選びやすいから、スタンをコントロールしやすいんだよな。スタンと麻痺で高速最強かと思いきや、意外に扱いが難しそうですね。で、体力ゲージからお分かりかと思いますが、しれっとフルフルアッシュ相手に一をつかましております。麻痺からの気絶で即死の黄金コンボ。一撃が重いからそりゃ落ちるよな。フルフルは G 級での強化が著しい。アシュはめちゃくちゃ前後に動くぞ。この子、初期作だと直接前進する行動が少なくて、なかなかその場から動かなかったんですよね。最近はアグレッシブでびっくりします。ストーリース2以外でアッシュ見かけませんけど。というより、4G はもう最近とは言えないけどな。来年で一周しちゃうよ。なんて恐ろしい。そりゃあゴグマジオスも復活しますわ。麻痺が入りましたね。フルフル戦ではこれが1回目の麻痺です。フルフルって麻痺の耐性高いんだっけ？思ったより取れなくて驚いてる。というより、ハンマーの蓄積があんま強くないのかな。タミさんの回転を押し付けてるわけでもないし。縦3主体だと手数出ませんからね。こんなもんだと思いますよ。そのままフルフルアッシュも瀕死に入りましたね。なんだかんだ10分針で収まってますよ。火力はちゃんと出ていたみたいだな。やっぱ麻痺武器は倍率あってこそだ。捕獲してクエスト完了。残る G1 キークエは2つとなった。じゃあ次は鬼門中の鬼門ですね。覚悟して挑みましょう。よし、行くぞ。ガララージェラーシュに挑戦だ。ついに来ましたね。悪魔のモンスター。間違いなく G1 で最強最悪の相手でしょう。というより、正直このゲームで一番不安な相手です。大丈夫ですかね。とりあえずやってみないとわからん。蓋開けたら意外にいけたってのもあり得るし。なんだけど、やっぱり私も不安だ。見ろよこの肉質。唯一まともな弱点だった撥水口が物理40。実質、弱得が通る部位が存在しませんね。さらに面倒なのが銅が硬化していること。G 級補正で白ゲージすら弾かれます。一応頭と足は柔らかいけど、気休めにもならない。元が渋すぎて殴る価値ないからな。対策としては、非属性に特化して撥水口を殴るしかない。今回は麻痺でゴリ押すつもりだが。肉質40自体は悪い数値ではありませんからね。甘い考えかもしれませんが。肉質以上に厄介なのがこの微ダメージの頻発。あらゆる動作に判定がくっついています。ガララ自体もそれを押し付けるような行動をするからね。
明らかに意図して開発されてる。ことあるごとにため状態を解除してくるよ。残念だがハンマーとの相性は絶望的に悪い。それでいてフィールドにアンチらしいものはありません。ブレスカ本体がすぐ飛んできます。そしてゴリをしていると囲い込みからの麻痺が来ます。本当に隙がないモンスターです。おまけに環境的なきつさもあるね。この段階だと有効な対策装備も組みにくい。ハンマーで行くなら高耳、競争とかは最低限必須。推奨じゃなくて必須だ。回復アイテムも持てるだけ持ち込みましょう。気づいたら一瞬で体力がなくなってます。立ち回りとしては回転攻撃で SA をつけつつ撥水口を殴る。これしかないと思いますね。伊達さんは間に合わないし、途中でこかされる。あとリーチがなさすぎてスカりやすいね。こいつの尻尾、見た目より判定が薄いようだ。当たってそうなのに当たってないことが多い。とにかく撥水口以外を殴る価値は一つもありません。一応頭破壊がサブタゲですけど。というか、そんな余裕が全くありません。1秒でも早く終わらせることを考えましょう。何分かかるかわからんが、全く気が抜けないな。今のスタンプでどうに座れるのか。こいつの設計マジでやばいな。2エリア目ですでにグレート半分使ってるわ。このゲームの全ての悪意を受けてる感覚。素の状態で極限状態のような理不尽を感じますね。こんなのが星1にいるとは。ほんと、どういうプロセスでこうなったのか、おかしいと思わなかったんですかね。我々、4G は好きだし新しいハードで遊びたいと思うが、こいつだけは復活しないでほしいね。というか、真面目にクリアできるか不安になってきた。攻撃が効いてる感触も全然ないんだけど。グレート以外にも飛躍バンバン使ってますしね。マジでアイテムがつきそう。ただ体力が多いユカムとは違う絶望感です。あっちは上位クエですけど。唯一、ピロージがまともな攻撃チャンスかな。この状態は一部の部位が柔らかくなる。銅はそのままだから、肝心なとこで弾かれたりするが。そもそも当てにできない状態ではあります。一戦通して1回疲れればいい程度なので。それと普通に痛い攻撃もしてきます。一喜一憂してる余裕もないですけど。ここまでやって後のことは気にしないようにした。無心で尻尾の先を殴るのに。この辺もチャンスなようでチャンスになってないよ。胴体の肉質70くらいにしてくれんかね。あ、移動しちゃいました。これ多分移動先で疲労切れますね。今はまだ10分張りだが、マジでいつ終わるんだこれ。20分ほど経過してここで秘宝が2つ。1つは恐竜化したウサギが乱入してきた。これはまだ優しい方で、もう1個が問題。なんと回復アイテムが尽きてしまいました。そのため徒歩でキャンプまで向かいます。情けないですが仕方ありません。むしろここまで来て3落するの無理すぎるからな。もう一回やる気力ねえよ。しかし、全然弱る気配ないんだが、まさかここまで無属性が厳しいとは。麻痺は通して2回入ればいい方でした。ガララシュは麻痺に高い耐性があります。やはり改良型機械土を用意すべきでしたか。素材的にはもう作れるんですよね。270で切れ味微妙だからスルーしちゃったが、少しでも属性盛らないとわかんねえ。極限やるときは思いっきり火に特化してこよう。そう固く胸に誓った。ウカムといい、非弱点に苦労させられますね。学びと受け止めて前向きに行きましょう。ウサギが邪魔ですね。こいついつまでいるんでしょうか。ガララの方向に反応して勝手に怒ったり、だいぶ邪魔だな。あ、でもガララが弱った。よかった。この瞬間の安心感と言ったらありませんでした。いつの間にやら25分張りに入ってます。ここまで来たらさすがにクリア確定。ちゃんと捕獲セットを持ち込んでいますよ。マジで危なかったよ。支給品の応急グレートもかなり使ったからね。編集時点ではリベンジする気があるが、プレイ当時は本当に二度とやりたくなかったね。28分間ずっと精神削られてましたからね。この日は何もできないくらいでした。と言いつつ、もう1クエやったんだけどな。キークエあと1つだけだからね。最後のキークエはザサミアッシュです。なんというか、一気に癒し枠が来ましたね。この子は打撃も氷属性もかなり有効。サボアハンマーで楽勝でしょう。さっきのヘビとは本当に運命の差だよ。デザートタイムとシャレ込もう。肉質はこんな感じ。数字だけでも優しさが伝わるね。斬撃と比べて銅に弱得入るのでかそうですね。とりあえずスタンプしてれば勝負になります。対ザサミは爪によるガード時にもある程度通ります。広角種は打撃に弱いを継続してくれてますね。初期はこいつやるならハンマー一択だったよな。ガオスレンダーでソロハメしてたの懐かしいぜ。攻撃もそこまで対処が難しいものはない。移動ブレスだけ覚えてりゃ OK かな。ザボはガラーと比べてなんと平和なことか。マジの癒し枠じゃないですか。もちろん G 級なんで慎重には立ち回るんですけど、かなり余裕があります。立ち回りは頭と同狙いでいいんだけど、足ダウンを狙うのが楽かな。特に怒り値は相手のスピードも速い。
正面にいるのは危険だね。足は氷15と比較的渋めではありますが、効かないってほどじゃないですね。ザボアハンマーはここで本領発揮かも。ザボアにももちろん有効でしたが。あいつな、なんであんな時間かかったんだろうな。って数足りなかったのかな。やっぱり安定している。何より戦ってて楽しいわ。必要な麻痺狙い、方向、爆速の削り攻撃。どれも気にする必要ないですからね。これが同じ G1 クエストとは思えません。明らかにガララーシュは浮いてます。地味に極限化するモンスで最速で登場するよな。あれで低ランク扱いとか冗談じゃないよ。で、ザザミの狩猟なのに出てくるのはガララばっか。今はあいつの顔忘れたいのに。28分間みっちり相手してましたからね。そりゃ印象にも残りますよ。ザザミはこのまま普通にしてれば終わりそう。キークエ制覇やってやりましょう。10分経たずに終わった。この差は何なんだマジで。ただ、意外なことにスタンは取れませんでした。顔を狙うのはそこそこ難しいのかも。その上で十分ダメージが出ていたようです。本当に G1 のデザートでした。長かった G1 もこれで一段落。次の段階に進めるぞ。カットした部分も多いですが、本当に大変でしたね。しばらくカエルとサメとヘビ見たくないです。ここで G2 緊急のお知らせが届きます。相手はおなじみセルレ君です。上位ではまさかの好相性だったレビ対ハンマー。果たして G 級ではどうなるだろうね。この緊急は装備周りでかなり重要な意味を持つ。次回すぐに超えたいところだ。G2 の解放要素が魅力的ですね。レギオス自体の素材も大事です。ひとまず、今は G1 超えを喜ぶとしましょう。特大高カロリーの回でした。ガララーシュ、途中で絶望してたからな。ちゃんと追われてほっとした。よし、次までに英気を養おう。エキスを集めつつな。まだまだやること盛りだくさんですね。頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。